どうもこんにちは。今日はナンバー11のアッパー作っていきたいと思います。サイズはちょっと小さめです。今回作るサイズで一番小さめ24センチですね。 UK で5ハーフ相当です。で、使う革、この革見覚えある方もいらっしゃると思うんですが、去年の展示会用に作ったイノシシブローグの革です。イノシシ革の茶色の革です。去年の作ったナンバー3イノシシブローグはこのイノシシのこのワイルドな質感を生かしたカジュアルな感じのちょっと武骨な感じを漂わせた靴だったんですけど、今回は逆にサイズが小さいということもあるので、少し華奢で、別にレディースデザインというわけではないんですけど、ちょっとそういうね、ちょっとレディースっぽいようなデザインも取り入れながら、イノシシ側のワイルドだけじゃないポテンシャルを引き出したいなと思います。毛穴と脂肪感が結構目立つように全体に入ってます。で、デザインはこんな感じでウイングチップというわけではなく、ウイングチップというともっと長いんですね。ここがこれはショートウイングとかウイングキャップとかっていうことがあると思うんですけど、ちょっと短めのウイングチップです。ストレートチップのキャップがちょっとこうウイングの形状になってるみたいなイメージですね。で、それと特徴的なのがこの後ろのパーツ、これ変な形してるんですけど、今回ギリータイプのダービー作ろうと思いまして、ギリーシューズっていうとスコットランドの伝統的な履物なんですけど、紐を通す部分が鳩目ではなくこう革を使ったちょっと変わったタイプですね。昔僕作ったことあるんですけど、最近全然やってなかったのでちょっと久しぶりにやりたいと思います。結構華奢というかデザイン要素が強めの靴になると思います。で、ライニングは茶色で、バンプライニングはいつもの通りこの柔らかいベージュのライニングを使っていきます。ちなみにイノシシ側は野生なので傷あるんですけど、致命的な例えば穴が開いちゃってる傷とか切り傷でも裂けそうなちょっと破れそうな傷とかは避けるんですけど、それ以外の例えばこういったところの傷、ちょっと表面かすり傷みたいになったりするんですよね。デザイン的にも革の耐久性的にも支障のないものはあえて避けすぎずに入れて使ってます。皮をちょっと贅沢に使えば傷をほとんど完全に避け切ることは可能なんですけど、野生の皮ということでそういうのも個性としてデザインの中に取り入れていきたいと思います。この靴はかかとは表同士で合わせてここ縫ってこう開く縫い割りですね。この部分はそのまま合わせながら縫っていきます。ギリーシューズはこの部分を半分に折ってここに紐が通ります。なのでこの部分結構負担がかかるので裏側に伸び止めテープ貼って補強しておきます。
補強テープ貼った後はそのままだと滑りが悪いし、補強テープがちょっとほつれることがあるので、テープの上に薄くすいた革を貼ってカバーしてます。今回ちょっと変わったデザインなんですけど、この細長いパーツ、これトップラインにつけます。もう縫い割り、今回ドッグテールにしてないんですけど、履き口の補強を兼ねてこの穴飾りのパーツを縫い付けます。これはタンです。タンの上部分は穴飾り開けて、ここは透けてます。裏側にライニングを縫い付けて、ここに今回の靴の名前、ナンバー11、イノシシギリーブローグということで、ナンバー3がイノシシブローグって名前だったんですけど、今回は、デザインは結構違うんですけど、同じブローグシューズでギリータイプの靴になっているので、イノシシギリーブローグと名付けました。最後にタンを縫い付けます。はい、ということでアッパーができました。ナンバー11、イノシシギリブログですね。女性の方、男性の方、サイズが合えばどちらでも履けると思うんですけど、華奢な感じのイメージでデザインしました。ギリシューズこんな感じで、紐がこうバッテンに見えてくるのが特徴ですね。実際これ今仮の紐なので、このアッパーの色に近い茶色の紐をつける予定なんですけど、デザイン個性的な感じですよね。全体のブローディングのデザインとしては、つま先メダリオンなしのウィングキャップで、このバンプ部分はちょっと変則的ですね。こう真ん中とサイドに突起のあるラインにしています。このかかとの縫い割りのところの補強プラストップラインのブローディングはこんな感じの細長いパーツをつけています。ここもバンプパーツに倣って先端少し曲線で尖っているような感じになってます。でこの穴飾りなんですけど、普段より小さめ細かめでやってます。ちょっとこのブローディングがギュッと詰まってるような印象があるんじゃないかと思います。熊側もそうだったんですけど、このイノシシ側も磨きでかなりね印象がぐっと変わってくるので、まずは釣り込み、そして底付きやって最後磨きを靴磨き職人の方に出して、どんな風に仕上がって帰ってくるのか、ちょっと今からワクワクですね。というわけで今回はナンバー11アッパー制作しました。それではまた。